クレンジングはミースのモアリッジスムースクレンズを使っています。クレンジングから洗顔料、クリームと一通り揃えているんですけれども、その中でもとっても気に入っているのがクレンジングです。さらっと水っぽい感じではなくって、もちもちしているので、メイクを落とす時に全然摩擦が起こらなくって、スルッと落ちる感じがとっても気に入ってます。洗顔は朝はオサジのセンシティブスキンウォッシングフォームを使っています。これは今年の2月に発売したアイテムなんですけれども、敏感肌でも使えるようになっていて、面白いなと思ったのが、皮膚のトラブルを起こしやすいアレルギーの元となる成分を極力取り除いたという処方がとっても面白いなと思ってました。好きなポイントは泡で出てくるタイプなんですけれども、私やっぱり朝すごくバタバタしてしまったり、とにかく楽に済ませたいっていう時があるので、そういう時に泡で出てくるととっても助かります。で、この泡もすごくもちもちしていて、密度が高くって摩擦を起こさず優しく洗えるので気に入っています。夜はミースのリフティウォッシュを使っています。クレンジングもミースなんですけれども、洗顔料もミースで揃えて使っています。とても泡立ちが良くって、本当に全く泡がへたれないので、全然肌が突っ張らなくってしっとりしてるっていうのもすごく気に入っています。化粧水と美容液とクリームはエンビロンのシークエンスミニセットを使っています。このセットは今限定で発売されているものなんですけれども、10日分ずつかな、入っているそうです。エンビロンは今すごく話題のレチノールケアですごく有名なブランドで、エンビロンの中でもエイジングケアの最高峰ラインと言われているそうです。とにかく化粧水はすごく馴染みがいいっていうのと、あと、セラムとクリームも割とサラッとしていて、あんまりつける時にストレスを感じないなと思いました。でも夜例えば使って朝起きると顔がちょっと疲れてないなというか、なんかいい一日になりそうみたいな、こうピンとした感じの顔になるので、それがとっても気に入って、大きなボトルでぜひ試してみたいなって思いました。美容液はワフィトのレジェナセラムを使っています。パッケージも可愛くって色が特徴的なんですけれども、洗面所に置いておいても気分が上がるアイテムかなと思ってます。ワフィトは植物とサイエンスを掛け合わせたアイテムをたくさん揃えてるんですけれども、東三河産のアシュワガンダというハーブと機能性ペプチドを配合していて、ストレスから肌を守りながらお肌に張りを与えてくれるそうです。あと私が気に入ってるのはとにかく香りで、ワフィトのスキンケアシリーズは共通の香りなんですけれども、ゼラニウムとかサンダルウッドとかイランとか天然精油を配合していて、本当にフレッシュな香りというか、朝庭で摘んできた植物ですみたいなフレッシュさを感じる香りで、特に朝とか使うと本当に目が覚めますし、夜はすごくリラックスできる香りかなと思ってます。スペシャルケアで使っているのがエトボスの薬用リンクルセラムです。エトボスは私前からずっと好きなブランドで、他のスキンケアシリーズも使ったことがあったので、何かエイジングケア始めたいなと思った時にまずエトボスっていうふうに思って試してみています。エイジングケアって結構とろっとしてるというか、ちょっとこうベタっとしてるというか、強めのテクスチャーなのかなっていうふうに思うんですけれども、全然そんなことなくて、割となんかこういうプルッとしたテクスチャーでスルッと馴染んで、馴染ませた後もあんまベタベタしないんだけどもちもちするというか、感触的には、そろそろ年齢も気になってきましたし、できるところから自分の好きなブランドからエイジングケア始めてみるっていうのはとってもいいかなと思っています。クレンジングはこちらのセルボークのカームブライトニングクレンジングオイルを使っています。この秋に販売された新商品で、
すごく人気のアイテムとなっています。オイルなんですけれどもすごく馴染みがよくって、私は普段あんまりクレンジングはオイルじゃなくてジェルとかクリーム系を使ってるんですけど、この子は自分の肌と相性がいいなと。であとすごいメイク落ちもいいのですごく愛用しています。洗顔フォームはアルージェのモイスチャーフォームを使用しています。アルージェさんは敏感肌用のブランドさんなので、私が結構肌が荒れたりとかちょっとアトピー肌だったりするので、肌が荒れてるなっていう時でも安心して使えます。もう泡タイプで出てくるので、ズボラな私でも優しくこのまま洗えます。ですごくキメも細かいので、しっかり顔全顔に伸ばしてきれいに汚れを落とすことができるのでお気に入りです。化粧水はホクロクソー水のディープモイストローションを使っています。まずパッケージがナチュラルでシンプルで可愛いのが気に入っているのと、こちらも敏感肌の私でもすごく気持ちよく使えて刺激とかがないので長らく愛用しています。伸びもすごく良くてしっかり染み込んでいく感じがするので、私はこの子をだいたい 3,4 回重ね塗りしております。乳液は、化粧水と同じくホクロクソー水のディープモイストエマルジョンを使用しています。こちらもやっぱり刺激がないのですごく気持ちよく使えるので長く愛用しています。白くしっかり潤う感じの乳液なので、私は化粧水を3回ぐらい塗って、その後に乳液も 2,3 回塗ってシンプルにそれだけでスキンケアを終わらせることもあります。美容液として CNP ラボラトリーのプロピーセラムを使っています。こちらは韓国コスメで割とお手頃な値段で買えるので、すごくありがたいなと思いながら使っております。スポイトタイプで割ととろみのあるこってりしたテクスチャーなんですが、いつもはその乳液でスキンケアを終わらせることが多いんですけれども、ちょっと今日は肌元気がないなとか、もうちょっと何かしてあげたいなっていう時はこの子を加えてあげると、翌朝なんとなくいつもとちょっと肌が違うかなというふうに感じます。私はアトピー肌なので、ちょっとどうしても肌の調子が良くない時があって、そういう時はすぐに皮膚科に行くようにしています。でこちらのお薬は皮膚科でいただく、ヘパリン類似物質油性クリームなんですけれども、こちらはもちろんボディにも使えますし、お顔にも使えるので、ちょっとお顔に粉が吹いてしまったなとか、そういう時はこちらを塗るようにしています。スペシャルケアはファミュのドリームグローマスクを使っています。透明感やキメに特化したアイテムになっていて、このマスクはすごく肌に密着してくれるのと、美容液がとてもたっぷり入っているので、すごく使っていると密着して美容液が浸透しているなというふうに感じます。ちょっと特別な日の前の日に使うようにしてあげると、次の日のちょっと肌触った時の感覚が違ったりとかするので、ちょっと自分に自信が持てるような気がします。もう一つスペシャルケアとして使っているのがアルジタルのグリーンクレイペーストです。こちらは泥パックになっていて、お化粧を落とした後に、全顔に塗ってあげて、で5分ぐらい経つとこちらの泥が固まってくるので、それを洗い流してあげるとすごいすっきり毛穴の汚れとかも落ちるような感じがしています。でこちらは顔だけじゃなくって全身にも使えるので、腕のボツボツが気になっているとか、あとお尻がちょっとざらついてるとか、そういう時は、全身に贅沢に使っています。最初にご紹介するのは、拭き取り化粧水のオイデルミン N です。でこちらが資生堂のもので、パケ買いしてからもう10年ぐらいリピートしていて、
何本目かわからないぐらいなんですけど、今年もたくさん開けました。で私は結構乾燥肌なので、今回ご紹介するものも保湿系のアイテムが多いんですけれども、顔を洗うと結構突っ張ったりしちゃうので、朝はまずこれで拭き取りしてからスキンケアをしています。コットンに出しても結構ピンクって感じで、見た目のインパクトが結構強いかもしれないんですけど、本当にさっぱり拭き取れて、ピリピリ感もそんなになくって滑らかに、保ってくれる感じがします。でパウダー程度の薄いお化粧だったらこれで拭き取れるのもいいなと思っていて、何よりコスパがいいので結構毎日バシャバシャ使えるのが本当にありがたいんですよね。拭き取りが終わって化粧水の前にはオイル美容液をつけてるんですけれども、でこれはきなりのモールで購入したキューっていうスキンケアブランドのものなんですけれども、まずとにかくパッケージがどれもめちゃくちゃ可愛くって、こうやってポンって置いておくだけでも可愛いのでリフトとかにもすごいおすすめです。植物エキスとオイルの2層になっているので塗ってから使っています。とろっとしてるんですけど、スーって馴染んでそんなに重くない使用感です。このブランドは島根の出雲のもので、地元の農家さんの無農薬素材を中心に作られてるんですけれども、安心して使えますし、植物の澄んだ香りで本当に自然の中で深呼吸してるみたいな気持ちになります。次に基本のスキンケアでここ2年ぐらい使っているのが資生堂さんから出ている、イ肌のシリーズなんですけれども、もともと友人から教えてもらったのが出会いのきっかけだったんですけど、その友人は肌がすごい綺麗であんまりトラブルもない人だったんですけど、コロナ禍になってから不織布マスクで肌が結構広範囲で荒れてしまってちょっとなかなか良くならなかったんですけど、この小さい乳液タイプ治療薬を使ってから少しずつ落ち着いてきたのを見て私も真似して購入しました。この化粧水は、しっとりと、とてもしっとりっていう2種類があって、私は乾燥しやすいのでとてもしっとりっていう方を使ってます。イ肌の、薬用スキンケアラインはとにかく乾燥を予防してくれるので毎日使ってると気づいたら肌がなんとなく安定しているなっていうふうに感じてます。ユースキンのクリームになるんですけど、特に乾燥してる今の時期に結構夜寝る前にこのユースキンのクリームを手に塗ることが多いんですけど、余ったものをついでに顔の一部分にもなじませてます。で個人的にはなんかこれでしっかり蓋がされたというかガードされた感じになるので乾燥してるなって時に使用してます。結構スースーする成分が入っているので目周りだったりとか皮膚の薄いところは避けた方が無難かなと思います。で顔に塗る時はその自分の肌タイプによってちょっと注意しながら使ってみるといいかなと思っています。次にトラブル編でもう一つなんですけれども、デラクルーズの硫黄軟膏というもので、口周りとかに結構大きい吹き出物ができてしまうことがたまにあるんですけれども、そんな時の救世主はこの軟膏になってます。少量を吹き出物の上にちょこっとのせる感覚で、つけてます。でこれをつけておくと一気に消えるっていうよりは吹き出物がだんだんしぼんで小さくなっていく感じで気づいたらなくなってるので重宝しています。ただ本当に少量で OK なのに割とプチプラで大容量なのでなかなか減らないのが嬉しいけどちょっと悩みだったりします。